レゲエのワンドロップ、一拍目を捨てる衝撃。ツン、チャ、ツン、チャ、なんか違うんだよな。ボブ、マーリーを練習してるんですけど、僕が弾くと運動会の行進曲になるんです。もっと濃い、ゆったりしたレゲエ感を出したいのに、どうしてもせかせかしちゃう。それはガク君が真面目すぎるからですよ。一拍目を大事にしすぎています。一拍目、音楽のスタートなんだから、大事にするのは当たり前じゃないですか。いいえ、レゲエの極意は一拍目を捨てることにあります。音楽の常識である強拍をあえて演奏しない、その空拍こそがあの独特の重さとうねりを生み出しているんです。スタートを演奏しない、そんなのありなんですか？今日は世界で最も引き算に成功した音楽、レゲエのワンドロップについて解説しましょう。まず一般的なロックやポップスのリズム8ビートを思い出してください。ドンタンドンタンですよね。1拍目と3拍目にバスドラム、キックという重い音がきます。これが音楽の土台となり、聴く人にここが頭だよと教えてくれるわけです。はい、それに合わせて頭を振りますもんね。しかしレゲエの基本リズムワンドロップは違います。9タンドンタンなんです。1拍目にバスドラムを踏みません。完全に無視します。一番大事なドンがないんですか？そうです。いきなり穴に落ちるような感覚です。弾いている側の脳は1拍目で来るぞと身構えますが、音は来ない。肩透かしを食らったような浮遊感の後、3拍目でようやくドンと着地する。このじらしと着地の繰り返しがあのゆったりとした時間の流れを作るんです。なるほど、一回休むから全体が遅く感じるのか。この画期的なリズムを発明したのがボブ・マーリーのドラマーカールトン・バレットです。彼はさらに3拍目に強烈なアクセントを加えました。バスドラムと同時にスネアドラムの縁を叩くリムショットを鳴らすんです。っていうあの乾いた音ですね。そうです。1拍目を捨てた分3拍目にエネルギーを全て凝縮させる。これにより音楽に強烈な重力が生まれます。常に前のめりなロックとは真逆の後ろに重心がある音楽の完成です。このリズムの根源にはナイアビンディという聖なる儀式があります。ラスタファリ教の信徒たちが手太鼓でドクンドクンと心臓の鼓動を叩くワンドロップはその聖なる鼓動ハートビートをドラムセットで再現したものなんです。ただのテクニックじゃなくて祈りのリズムだったんですね。実はレゲエがここまで遅くなったのには物理的歴史的な理由があるんです。もともとジャマイカではスカという非常に速いテンポの音楽が流行っていました。しかし1966年にジャマイカを異常な猛暑が襲いました。あまりに暑すぎてミュージシャンもお客さんも速い曲で踊れなくなったんです。暑さのせいで遅くなったんですか？はい、そこでテンポを落としたロックステディが生まれ、さらに遅く重くなったのがレゲエです。環境への適応進化だったんですね。そしてガク君が運動会になってしまう原因はギターにもあります。レゲエのギターは裏打ちスカンクと呼ばれます。チャチャのチャの部分ですね。これを隙間を埋めるように弾いていませんか？ドラムが鳴ってない時に弾くんだから埋めてるんじゃないんですか？違います。あれは空間を切り裂いているんです。レゲエにおいて隙間は神聖なものです。安易に埋めてはいけません。鋭いナイフのように一瞬だけ音を出し、すぐにミュートして再び沈黙に戻る。音ではなくキレを表現しているんです。だらだら弾いちゃダメなんだ。余韻じゃなくて沈黙を作るんですね。でもゼンさん、裏で鳴ってるペコペコした変な音は何ですか？それはオルガンバブルと呼ばれる非常に重要なテクニックです。キーボードの奏者が両手を使って16ビートを細かく刻み続けているんです。ドラムとベースがゆったりしている分、オルガンが機関室のエンジンのように細かいリズムを埋めてグルーブを回しているんです。カエルの鳴き声みたいだけど、実は一番忙しいパートだったんですね。そしてレゲエの真の主役はベースです。通常の音楽ではベースは縁の下の力持ちですが、レゲエでは歌の役割を果たします。ドラムがスカスカな分、ベースが自由に動き回りメロディアスなラインを奏でる。これを支えるのがサウンドシステムという巨大な自作スピーカー群です。彼らは耳で聞くことよりも体で感じることを重視しました。30Hz から 60Hz という超低音域を増幅させ、物理的に空気を圧縮して観客の体をマッサージするんです。内臓が揺れるあの感覚は計算された物理現象だったのか。音は重いのに歌詞のない弱レベルミュージック反逆の音楽なのも特徴です。
貧困、政治腐敗、そして自由への渇望、甘いメロディで厳しい現実を歌う、このパラドックスがレゲエの深みなんです。実はレゲエはヒップホップの親でもあることを知っていますか？ラップとレゲエって全然違う音楽じゃないですか？いえ、起源は同じです。ジャマイカにはトースティングという文化がありました。インストゥルメンタル、歌なしのレコードに合わせて DJ が即興でリズミカルに喋って客を煽る芸です。これをニューヨークに持ち込んだのがジャマイカ移民のクール・ハークです。彼が始めたパーティがヒップホップの誕生とされています。レゲエの喋りがアメリカでラップに進化したのか。ちなみにジャマイカでは皿を回す人をセレクター、マイクで歌ったり喋ったりする人を DJ と呼びます。用語が逆なんです。ややこしい。でも歴史を知ると納得ですね。ところでレゲエにはワンドロップ以外のリズムもあるんですか？はい、ステッパーズというリズムが有名です。これは逆にバスドラムをドン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 と4回全部踏みます。ボブ・マーリーの名曲エクソダスなどがそうです。闘争心や前進する力を表現するときに使われる力強いビートです。これが後のハウスミュージックやテクノの4つ打ちにつながっていくんです。レゲエってゆったりしてるだけじゃなくてダンス音楽の源流でもあるんですね。実は日本人がレゲエを好む理由もこのリズム感にあると言われています。日本の民謡や盆踊りを思い出してください。かあ、よいしょと裏拍で手拍子を入れますよね。演技やコーラやどっこいじゃんじゃんだ。そうです。日本人は農耕民族としてクワを振り下ろす裏拍のリズムが染みついています。だからレゲエのチャチャという裏打ちが生理的に非常に心地よく感じるという説があるんです。レゲエはジャマイカの盆踊りだったのか。親近感が湧きました。さらにレゲエはダブという発明も生み出しました。ボーカルやメロディ楽器を極限まで削ぎ落とし、リズムとベースだけにエコー、残響音をかけまくった音楽です。キング、タビー、ヤ、リー、ペリーといったエンジニアがアーティストとして主役になりました。もはや曲というより音響実験ですね。この引き算の極致が後のヒップホップや EDM の基礎になりました。レゲエは現代のあらゆる音楽制作の OS みたいな存在なんですね。今日はレゲエのワンドロップについて解説しました。一拍目を休む勇気、人生にも必要かもしれませんね。いつもせかせか生きるより一呼吸置いて裏拍で生きるくらいがちょうどいい。そうですね。じゃあ僕、今日の仕事は一泊休みます。それは欠勤と言います。後で説教です。会話におけるやデザインにおける余白と同じで、ないことがあることを際立たせる、それがレゲエの哲学です。サボりじゃなくて人生のダブ処理だと意に張ってみます。皆さんはレゲエを聴くとどんな気分になりますか？好きな曲やアーティストがいればぜひコメント欄で教えてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。